お疲れ様です。日玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。お待たせしました。ついにですね、犬作品の作り方をやります。作り方っていうかね、ちょっといつもと違う感じの動画を撮ろうと思っていて、僕が実際にそのオーダーを受けてる作品をどうやって作っていくのかっていうのをね、こう、できるだけ編集しないで、流していこうかなと。作るね、スピードはね、倍速で流すんだけども、そんな動画にしてます。で、僕の説明を入れながらやっていくんで、ただね、レッスン動画のような細かい説明は入れれないので、どうしてもね、ちょっと作りながら、こんなとこ気をつけてますよとかね、こんな風にしたらいいですよって、いろんな話をしながら流す動画にしているので、何かしら参考になるところがあると思うので、ぜひね、この動きの中からヒントを見つけたり、僕の解説の中からヒントを得たりしてね、こう自分のものにしていってください。はい、そんな動画を流していきます。はい、お願いします。はい、それじゃあね、今回はちょっといつもと違った動画になってます。今回からちょっとね、しばらくの間、僕の作成動画を流してみようかなと思ってます。で、できるだけね、カットをしたり、あまり編集を加えないで流そうかなと思ってます。ただね、間延びしちゃうので、今流してる速度は3倍速で流してるんだけども、だいたいこれくらいの速度で流していくような動画にしたいと思います。でね、間延びしちゃう動画になっちゃうんで、ちょっとところどころ僕の解説入れながらやっていきたいなと思います。でね、今回作ってるのはね、やっと犬作品です。で、今回はね、コーギーを作ってます。で、その作成過程を全部こう流していこうかなと思います。でね、この作り方、今これ顔のベースを作ってるんだけれども、特にこうみんなはこう自分のやり方がそれぞれ出来上がってると思うので、それでやればいいと思います。ただまだなかなかね、こう自分のやり方が固まってないよっていう人は、やっぱりこのできる人の、僕のっていうわけじゃなくて、どんな作家さんのでもいいから、こう自分が見本としてる人のやり方をこういろいろね、真似してみる。でやっぱね、いろんな人の真似をした方がいいです。で、真似をして、そしてこういいとこ取りをして、そして自分のものにしていく。これはね、フェルトだけじゃなくて、仕事でも何でもそうだけど、とにかくやっぱりこう、先輩とかのね、真似をして、いいとこ取りをして自分のものにしていくっていうのはね、これは何でも一緒だと思います。そんな感じでね、やっていくといいですよ。これね、今持ち替えたのは、今さっき作ったやつが、ちょっとね、量が足りなかったんで、もう一個作り直しをしているところです。僕はね、グラムで測ったりしないんで、本当はね、その量とか決めて作ってればいいんだろうけど、僕、やっぱりそのオーダーメイドっていう特性があるから、毎回同じにはならないから、もう僕の感覚でしかやってないんだよね。だけど、そうだな、同じような作品、例えばこう、ね、オーダー作品じゃなくて、こう、自分のこのキャラクターじゃないけれどね、自分の作風で量産するような風な作り方をするんだったら、やっぱり、ちゃんと毎回グラムで測って、毎回ちゃんと平均値が出ると思うから、そういう風にね、ちゃんと定量化した方がいいとは思います。僕はね、ちょっとね、めんどくさがりなのもあるんだけども、感覚でやっちゃってます。でね、やっぱりこのベース作るときのコツじゃないけど、こう、この今潰してる角の部分、ここがすごく弱くなっちゃうから、ここをしっかり潰してあげる。それで全体的に同じような硬さが出るように、しっかりと刺してやる。ニードルもね、いろいろ種類変えて、しっかりとね、全体的に染み込んであげるといいと思いますよ。でね、こうやってサイドの方もね、しっかりとまんべんなく潰していく。で、これね、十分ね、ニードルとね、こう指の感覚がね、近いんでね、十分注意してね、怪我しちゃうんでね。ほんとね、こう、どうしてもね、夢中になってくるとね、指刺すでしょ、みんな。僕も結構刺すけど、
ほんと慣れないうちはね、結構怪我するんで、で、浅かったらいいんだけど、しっかり深く入っちゃう時もあるから、思いっきりね。もうほんとずっと痛いから、十分気をつけてやってください。これね、これはね、2本針、レギュラー針ですね。で、これでまんべんなく、サイド部分を固めていく。僕はね、こんな感じでやってます。もうできるだけね、こう、刺し残しがないんじゃないかっていうぐらいまでね、一応気をつけて刺してはいるかな。そこは気をつけてるとこかな。でこんな感じで、硬さもね、いい感じじゃないかなと。今使ってるのはこれレギュラーの5本針でしっかり刺し固めて締め込んでるところ。で、これはね、1個目のやつね、ちょっと量が少なかったんで、で、サイドが弱い。なので今ね、こうやってサイドを補強してるところです。まあね、羊毛なんで、まあ厚さが足りなかったり弱かったところ、そういったところはね、足してやってまた固めてあげればいいので、まあそういう風にやってあげる。やっぱりね、こう何度も言うけども、みんなね、こう、一発でうまく作ろうとしすぎ。もう失敗するのが当たり前だと思ってやってれば別にね、その失敗したところを補強してあげる、修正してあげるっていうことの繰り返しをすればいいだけだから。なのでね、僕はこんな感じでどんどんやっていきます。サイドを2本針でこうザクザク刺していく。2本針ね、結構使いやすいですよ。僕はすごく重宝してます。2本のレギュラー針。これね、3本になっちゃうと、やっぱりね、針が刺さっていかないし、案外締まらないんだよね。針と針の間隔が狭すぎて。で、1本だと時間がかかっちゃうし、まあ、2本ぐらいがね、一番固めやすいかなって思ってます。で今はね、これでね、仕上げ針が入ってる5本のやつで、全体的に締め込んでるところです。もう最後はね、やっぱりね、仕上げ針でね、細針、極細針で刺すんだけど、最初こう、ね、針細いからスカスカ入ってくんだけど、でも必ず刺しているうちに効果が現れてくるから、しっかりとね、根気よく刺してあげる。同じ箇所を。はい、こんな感じでね、いい感じにできてますね。でね、これね、僕の作ってる犬用のアイシートなんだけど、これはちょっとね、今ね、切り抜いた部分が見えると思うんだけど、これね、今失敗してたんで、3個目です。どうしてもね、この写真誌でやってるアイシートだと、どうしてもね、インクの関係上ね、紫になっちゃう。だから、ちょっと犬のね、アイシートは僕まだ販売してないんですよ。なんでね、これが、結局ね、今これやってるのは、アイシートの上に黒い絵の具でしっかりと黒色をつけてやってます。なので、このアイシートの意味がないという状態ですね。で、レジンで固めて切るときは、まあ、本当はね、これね、僕、つけてから切ってるけど、本当はね、初めからペーパーの状態でカットして、その上にレジンつけてやった方が多分楽です。僕は慣れてるからね、パキってこう、空気が入らないようには切れるんだけれども。はい。でね、大体できたら、大体ね、10ミリの藍を使うんだったら、直径ね、大体 3.5 から4センチくらいがいいんじゃないかなと。で、僕はこんな風に簡単に、本当に簡単にだけど下書きをします。で、これ見てわかるように、この顔のベースに入ってるのって目の部分と鼻の部分だけしか入ってないんですよ。ここがね、結構ポイントです。僕は。これみんなね、結構ね、この丸いベースの中に顔のパーツすべてを入れてしまう。顎まで。そうすると、ちょっとね、出来上がりがね、まん丸くなっちゃうんですよね。まあそんなとこもね、また別の機会にいろいろ話していきたいと思います。これは今ね、まぶたを作ってます。ちょっとね、次の時に話すけど、4つ折りぐらいにして、貼り付けて、
で、まずね、目頭と目尻の位置決めて、あとこの余分な周りを固めていって、で、こうやってね、刺していきます。これね、今、レギュラーとスピードバリ使って、まずこう、周りの余分なところを貼り付けてあげる。今、これね、折りたたんでるんだけど、だいたい4つ折りぐらいにして、目の周りをこう固めていく。で、ここからが大事。今ね、これね、スピード針でやってて、これレギュラーに持ち替えてって、まぶたの厚みのところを、針をね、こう横に刺してって、こう、固めてってる。で、少しずつまぶたをこういう風に広げていく。これもね、ちょっとね、どっかでまぶたの作り方の動画作った方がいいんだろうな。ちょっとわかりにくいね。で、こんな感じで。で、これまぶたの作り方もほんと人それぞれだから、僕もね、何パターン目だろうな、これ。かなり変えてます。最初の頃やってたのと。で、その中でもね、自分で作りやすいやり方、うまく表現できるやり方って見つかってくると思うから、やっぱりね、そこを探すことが大事なんですよ。どうしてもね、慣れてないうちって、慣れてないっていうか、やり方がね、定まってないうちは、やっぱりね、誰かの真似をする、マニュアル通りにやってみるっていうのがまずは大事なんだけど、必ずその先に自分のやり方、いいとこ取りをした自分のやり方を見つけるっていうことをやっていかないと絶対に成長しないんで、本当ね、そこはね、意識してやった方がいいですよ。ね、これね、ちょっとね、目の周りをまた4つ折りで上まぶたを今度作っていきます。で、厚みが同じになるようにすることがコツかな。でね、目の周りをこうやって押さえ込んでいって、このね、目玉のガラスに針が当たらないように、針をこうね、横に向けてこのガラスにはわすように針を使って刺していく。でね、このまぶたを固めていく。で、余分なところをしっかりと押さえて、やっぱりね、この素早くやろうとしないで、やっぱり時間かけてやらなきゃいけないところは、しっかり時間かけてあげる。でね、ここからね、マズルを作っていきます。僕はね、こうやって固めてない状態、綿の状態で、こうやって装着していくんですよね。で、ここから固めながら形を作っていくっていうのをやってます。で、これね、もちろん花、どんどん付け足していくんだけども、これね、慣れてない人はね、このやり方は進めません。多分効率がかなり悪くなっちゃうと思うので。こんな感じでね、固めながら形を作っていってます。はい。はい、今回はね、ここまでです。でね、こんな感じでね、この作品が出来上がるまで、完成するまでの過程を、こう、収めて、こうみんなにシェアしていきたいと思います。ちょっとね、どうしてもね、倍速で流さないとね、間延びしちゃうんで、3倍速でやっちゃうんだけども、それでもね、こう、説明しながらやって、あとその動画の中で動き見てもらって、ヒントになることはたくさんあると思うから、そんなところをね、こう、自分の中に取り入れて、試してみて、そして、何回も失敗してみて、どんどん自分の技に昇華していく。そういうことをね、ぜひやってください。どうしてもね、こう、何度も言うんだけれども、このやり方、マニュアル、それをね、とにかく徹底して真似をするのが最初はいいの。最初はそれでやればいい。だけど、必ずそっから先ね、自分のアレンジをして、自分の技術に変えていくこと、いいとこ取りをしてね、変な風にアレンジしちゃダメだけども、自分がその作品がどんどん良くなるようにアレンジを加えていく。そういうことをすることによって自分の知識も技術も上がっていくからね。ぜひぜひそんな風にね、僕のこの動画も活用していただければいいと思います。あとね、LINE 公式の方も引き続きね、概要欄の方に貼っておくので、LINE の方はね、頻繁にこう、情報提供っていうのはあまりないんだけれども、でも何かこう、始めるよっていう時はね、必ず LINE 公式に登録してくれた人にしかね、連絡いかないので、とりあえずね、登録だけでもしてもらえればと思います。はい。じゃあね、この動画が良かったと思った人は、いいねボタンと
あとね、登録してない人はぜひ登録してね、引き続きね、見てってください。はい、それではまた。